霊夢さん、今日は何をするんですか？早い話が小悪魔をしばこうって企画です。あいつ、このチャンネルだと私たちより目立ってるでしょ？当方の主役は我々だってことをしっかりと叩き込んだ上でお蔵入りしようかなって。オクラで動画として残そうともしない発想が悪魔的だぜ。とりあえず、さっさとあれに会場入りしていただきましょう。どうも、ゴールドセイントの小悪魔です。東方のコスプレ会場はここですか？誰がコスプレやるっつったよ。せめて東方の衣装で来いや。霊夢、やっぱりこういう企画ってのはいじめだっていう意見が来るんじゃないかな？今回はね、そういう是非の意見をどんどんもらうための企画でもあるのよ。タイキック、マシーン、そんな罰のように私たちのチャンネルならではの罰をみんなで一緒に考えようってことよ。まあすでに定番っぽいのは何個かあるけど、やっぱ同じことばかりだと飽きるから新しいのが欲しいのよね。視聴者の忌憚のない意見を待ってるわ。霊夢さん、採用不採用の基準は？ギャグレベル、楽レベル、常識レベルで罰を判断します。ので、視聴者はそれを参考に評価してほしいわ。なるほど、いくら面白くても結局手間があったらやれないし、YouTube 君に怒られるようなものなんて論外だもんな。小悪魔をしばく企画って言ったけども、罰を用意した人が誰に罰を与えるのか決めるから、小悪魔以外の子が罰ゲーム受ける可能性だってあるのよ。ってことでアリス君、何があっても自己責任という契約書にサインしたかな？もう怒られる気満々のことする気じゃないですかやだ。大丈夫だ、ドラゴンボールで生きていれる。これをドラゴンボールって言うなや。視聴者だって、このモデルのアリスがなんかいやらしい罰を受けることを期待してるはずよ。気張って再生数を稼ぎなさい。エッチなのは嫌だからね。安心しろ、やるとしても YouTube 君が怒らない程度の範囲だけだぜ。私たちは変われた。変われたって言うなら売るなや。少なくともお前は自分で志願しただろ。はい、最初の罰提案は僭越ながら私がやらせてもらいます。あ、私たちが提供するのもありなのね。もちろんよ、あなたたちも遠慮なく出してね。私の提供する罰はこちら、映す価値なしです。いきなり？こういう後の罰にも影響くるものを最初に持ってくるのっておかしくないですか？もう面倒だから今日はこれでよくない？よくないっすよ。これは最初っから好評かね。リアクション次第では面白いし、手間はかからないし、この姿なら多少の過激な罰も YouTube 君が怒らないしな。一発ギャグみたいに連発したらすごく冷めるけど、今のところはちょっと面白いかもね。これ、地味に嫌なんですけど。はい、次行くわよ。このまま行くの？おっす。遊戯が罰を考えたのか？お酒一気飲みさね。ほらこれ、私の名前の酒が手に入ったんだ。ぐいっと飲んどくれよ。やはは、いいぞやれ。あら、スイカも来たのね。次は私が提供するかんね。待機しててもいいでしょ？いいわよ、わんこそばみたいにテンポよくどんどんやっていきましょう。それ、一気。美味しいけど度数きつい。名前が遊戯だしな。そりゃ弱くはないだろ。飲んだぞ畜生だろう。小悪魔、結構飲める口なのね。普段飲みますからね。まあ、日本酒よりワイン派ですけど。あら、いいわね。幻想郷の宴会って日本酒メインだから気が合う人がいて嬉しいわ。コウマ館の一室を借りて個人のワインセラー持ってますんで、今度おすすめのワインでもご馳走しますよ。で、評価は？相手によっては面白いし手間もかからないけど、お酒の一気飲みを罰にするのはダメよ。急性アルコール中毒は身近で起こりうるものだから、あまりネタとして使うのは良くないわ。ダメか。お酒は20歳から、一気飲みは命に関わる危険行為だから絶対にやらないで、やらせることもないようにね。じゃあ次は私だな。どんな罰するの？悪魔っ子、ちょっとそこに立っててね。はい。よっと。ロングフォントレイン。わー。どうよ。どう？強要はできないけど、また出してほしい罰ではあるな。ロングホーントレインはそんなに回転させません。それはハリケーンミキサーですぞ。なんか変なのがリスポーンしたわ。私、視聴者の案件をたくさん抱えているのでね、後半でまた登場するけどここいらで一回出ようかなって。さすが、飼い主は指名が多いな。ネタという名の餌を与えて小悪魔をビップな女にしてあげるのも主人の仕事かなって。で、あんたはどんな罰を持ってきたの？私の最初の罰は幼女かよ。なんで打つ方幼女にしたのよ。ここは小悪魔でしょ？レイウジ打つ方のプニプニ見たいってコメントがあってね。プニプニ作るのは面倒だったから幼女で我慢してもらおうかなって。罰で幼女にするってのもなかなか悪くないんじゃない？刺さる視聴者絶対いるって。まあ、ギャグ余計足枠としては今後も活用していってもいいかもね。手間かかるし気が向いた時にしかできないけど。いたー。二つ目が地獄の断頭台です。本当は地獄の急所封じやりたかったんだけど、超面倒だから断頭台だけを罰にしたわ。評価はこんなもんかな。意外と低い。スカートから肌が貫通する破綻の調整、暴力による YouTube 君のご機嫌損ねるリスク。何より漫画のネタって知ってる人は面白くても知らない人は冷めるのよ。このチャンネル油から目マシマシでふんだんに漫画以外にもネタ使ってるじゃないのよ。漫画、実況、マット動画、見るとすぐに影響受けたりネタにしたくなるから困りものよね。ひどいですよみんなしてこんなにいじめて、小悪魔がかわいそうだと思わないんですか？そんな小悪魔に座っているお前はどうなんだよ。あれ、じゃあその人は誰？うんこマンです。身代わり立てて声だけ当ててました。小悪魔さん、これで俺にも出番を。
勘違いする。パラダスもやらないって言いながら未だにやってるし、本当に人を選ぶチャンネルね。動画配信は楽しんでなんぼよ。そういうのって主張すると感じ取れたりするから、楽しくなきゃどうせ長続きしないしね。次の罰は自分がいいですか？あら、チャンネルの常識人枠が罰提案するなんて珍しいわね。私の罰はこちらです。私の実験の被験者になってよ。すみません。私が頼まれていたことなんですが、昨夜さんから NG をもらってしまいまして。体力がある人、頑丈な人なら私は誰でも OK よ。すぐに用意するね。これぞ、カッパ特製バトルスーツ。岩本オフのように砕くアーム、軽い弾幕なら難なく弾く電磁バリア、攻撃防御どちらも兼ね備えたスペシャルスーツだよ。なんで幻想郷は科学が邪教扱いかって、きっとこういうのが原因なんでしょうね。かっこいいじゃん、なあなあ小悪魔、試しに動いてみてくれよ。小悪魔？重くて動けねえ。そこそこ力ある門番さんが切るからって重量とか気にせず作ってたとこあるからね。片足だけで500キロくらいあるよ。そんなもん力だけで動くわけないでしょうが。ダメじゃん、期待して損したわ。途中まで良かったんだけどな。罰っていうか実験シリーズ的なもの作ると面白いかもな。手間がかかるからまあ、他のシリーズが落ち着いた時にね。次は我だ。お主への罰は全身火だるまだ。いや、それはちょっとやりすぎ。あれ？熱くないの？はい、露出してる部分も一切熱くないです。なんでそれはチートや。ていうかいきなり火をつけんじゃないわよ。お前って他と比べると友好的だけどちょっと度が過ぎるというかアホだよな。これは罰では使えないわね。寺でも笑えないのに少女相手に火を放つなんてことしたら YouTube くんが怒るわよ。もしかしてこれ無敵なんじゃないですか？レイムさんこれを着ているうちに肉体的ダメージの罰をお願いします。あいよ。来たわよ。このチャンネルの定番といえばキックでしょ。発射キックとフランキック、どっちがいい？一番攻撃力高い人で。それだとやっぱフランね。はい。じゃあ蹴るよ。思いっきり来てください。ほんと？簡単に壊れないでね。信じたー。あやー。なんでバリアなんで？そりゃ、破壊の能力を持ってるフランの攻撃は基本ガード不可だもの。悔しいけど、私の結界でもあの子の本気の攻撃は貫通しちゃう威力だしね。そんな攻撃を受けて原型とどめてるんだな。ギャグ界だからか？攻撃犠牲の防御魔法極ぶりに加えて、あの子のダメージは私の魔力で相殺してるの。今の一撃でごっそり魔力持ってかれて気持ち悪い。相殺している割にはダメージ通ってるみたいだけど、痛みを受けないくらい相殺したらこの子はやんちゃするもの。しっかりと痛い思いはしてもらうわ。血血が憧れのシックスパックになっちまったが。それただの化け物だよ。でもまあ、これは食らうやつのリアクションありきだけど安定して使える罰だな。受けたいとは思わないけどね。はい、次。私の貧乏パワー炸裂させる。ちょっと離れようか。だな、不幸の巻き添えはごめんだぜ。キモジー、お前も不幸になれ。あいた。あのカナダライどこから落ちてきたの？シオンの不幸にする能力に常識を求めちゃダメよ。だぜ。ニトリの実験もそうだけど、ランダム性がある罰は状況によってキャラを使い分けてやるといいかもね。エイリンの謎の薬、パチュリーの魔法、なんならヌエの正体不明の能力だってランダム性のある罰として使えるもんな。ランダムだからこそ使いにくいとこあるけどね。次は我だぞ。出たわね、おっぱい魔人。惜しい、我はおっぱい魔王だ。貴様ら揃いも揃ってダメだ。女に対しての罰ならお色気の一つくらい出さんか。お色気って、そっち関連は YouTube くんすぐに怒るもん。冗談をマジトーンで返してきたり同級生がワイワイ楽しんでる姿を見て俺はバカなあいつらとは違うみたいに現実逃避しちゃう多感な男の子並みにすぐに帰省してくるからな。何その例え、誰かの実体験？大丈夫、ユリアバラは多少行き過ぎても友達のじゃれ合いでセーフになる。で、あんたの提案する罰は？パフパフ。女同士でもアウト案件だわ。知らんの片分け者め、ちびっこもプレイするようなドラクエにだってパフパフが技としてあるだろ。昨晩はお楽しみでしたねって言うだろ。大丈夫だ、先っちょだけだから。パフパフの先っちょってなんだよ。パフパフなら八尺に頼めばいいじゃない。仲良しでしょ？クソたわけが、八尺ちゃんを汚い欲望で汚せるものか。体は大人でも精神は女児のそれだぞ。おっぱいへの執着が汚い欲望って自覚はあったのね。そこは安心したわ。仕方ないですね。恥ずかしいので目を閉じてもらえますか？存分に押し付けるがいい？パフパフ、パフパフ。我の想像していたパフパフと違うな。なんかヌメヌメするし、思ったより硬い。ある意味一番食らいたくない罰だったわね。後半へ続く。